通勤通学中の皆様おはようございます。ブクタの世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、とある日本のゲームのローカライズからの話題になります。先日、一本の音楽ゲーム、これね、リズムアドベンチャーゲームと呼ばれているようですが、これがね、Steam からリリースされました。そうしますと、ほどなくして、この英語ローカライズがあまりにもひどいということで話題になっていたんですね。で、この内容実際ね、もう近年でも稀に見るレベルのひどさだったんですが、これを受けましてですね、デベロッパー側がこの修正に乗り出すという事態に発展しました。そしてこのローカライズを担当した会社というのはね、すでに判明しているんですが、これがですね、日本に拠点を置きます。非常に癖のある会社だったんですね。本日は一体何が起きているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のともにちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、皆さん、今日の話題はね、すごいですよ。2026年にまだこんなことが起きるのかというレベルの、あまりにもひどいローカライズの問題になります。先日ですね、こちらに見えております。これね、日本のゲームです。ユンユン電波シンドローム。これはね、リズムアドベンチャーゲームということなんですが、4月24日に Steam からリリースされました。じゃあね、この英語のローカライズがどのくらいひどかったのか。パブリッシャー兼開発元の WSS プレイグラウンド、共同パブリッシャーのアライアンスアーツ、共同開発元の FUYU は、ユンユン電波シンドロームの物議を醸している英語ローカライズに対応するためのアップデートを発表した。特に英語で本作を楽しんでいる多くのプレイヤーからローカライズの品質について懸念が寄せられていることを認識しています。とチームは新たな声明で述べた。すべてのメッセージを詳細に確認することは難しいものの、できる限り多くのコメントに目を通しています。ということで現在はね、このデベロッパー側がこの対応に動いているということになっているんですが、まずはね、こちら、ユンユン電波シンドローム、どういったゲームなのか。ユンユン電波シンドロームは、アライアンスアーツが開発し、2026年4月24日に発売されたリズムアドベンチャーゲーム。ということで、先ほどいろいろ会社名出てきましたが、WSS プレイグラウンド。これがね、元々のパブリッシャーだったようなんですが、これがね、先ほどありました、開発元のアライアンスアーツ。ここにパブリッシャー権が移管してるんですね。なのでなんかね、すごいたくさんの会社名が出てきますが、そういうことです。で、先ほどね、人物名として FUYU とありましたが、これちょっとイントネーションわからないんですけどね、FUYU でしょうか。こちらの方なんですね。これね、林冬樹さんという方で、ここありますが、日本のゲームクリエイターです。で、冬樹から来てるんですかね。ここ FUYU という別名義も使用しているということで、このゲームはですね、日本のクリエイターが開発した日本のゲームということです。そして今回ですね、ここがもう完全に狙われてしまったということになりました。ゲーム内で見つかった不適切なローカライズの例には、ファシズムを終わらせろ。もう二度とファシズムの被害者にはならない。できるなら自分の球を切り取る。などが含まれている。ユンユン電波シンドロームは Steam 向けにリリースされたばかりだが、その英語ローカライズが批判を浴びており、これは東京に拠点を置く企業、ドラゴンベイビーが担当したとされている。ということでね、もうベイビーと聞くとね、ピクッとしますが特にね、このチャンネルをご覧になってる皆さんだったら、ピクッときたかもしれませんが、実はすでにこの英語ローカライズを担当した会社、判明していると言われているんですね。で、こちらね、Steam のコミュニティになるんですが、今回の件はですね、これ、あまりにもひどいということで、もう様々な議論がね、なされていると。こういった状態になっておりまして、ちょっとね、一例ご紹介しますが、こちらですね、おすすめしませんと。このゲームの英語のローカライズは、他の言語の翻訳と比べても、原型を留めていないほど完全にめちゃくちゃにされている。なぜわかるのかって、私や多くの人たちがゲーム内の言語ファイルやスクリプトファイルを調べて、ひどいものを見つけたからだ。そしていろいろなね、例というのが挙げられておりまして、ファシスト云々とかね。これは私が見つけたゲーム英語翻訳に押し込まれていた馬鹿げた内容のほんの一部に過ぎない。ファシズムという単語だけでも他の言語には存在しないのに英語版ではさらに何度も出てくるのだ。このゲームの他の全ての翻訳ではこれらのセリフは日本語版と同じ意味になるよう訳されている。言うまでもなく私はこのゴミを返金する。ずっとこのゲームの発売を楽しみにしてきただけに残念だ。ランダムな意味不明の文で埋め尽くされ、脚本が完全に書き換えられたビジュアルノベルなんてプレイする価値もなければ、ましてや金銭的に支援する価値もない。ということで、この文だけでもね、この英語翻訳というのがいかにひどいのかというのがお分かりになるんじゃないかなと思います。まるで別物に書き換えられているというんですね。で、さらにね、この方も指摘しています。後ほど詳しく見ますが、こういったひどい翻訳は英語だけなんですね。その他の言語は問題なかったと。で、現在ですね、これ有志がですよ、こちらすべてね、スプシにまとめまして、これね、共有してくれてるんですよ。これすごい詳しくって、非常にわかりやすいんでね、ちょっと一例見ていきましょうよ。
ここね、オリジナルと英語翻訳。で、さらにこの英語翻訳を日本語に訳すとどうなるのか、ここね、書かれているんですね。でね、もうここ見るとね、お分かりになるんじゃないかなと思います。ここ上からね、日本語、英語、コリアン、スパニッシュ、フレンチ、ジャーマン、イタリアン、これポルトガルですね。そして、ロシア語と、このように並んでいるんですが、これがね、オリジナルなんですよ。ここだけ、このね、英語だけおかしいの分かります？これ。で、結果ね、これらを翻訳すると、ここ見てください。英語だけ。おかしなことになってるでしょ。つまりね、この顔文字を使った、これなんて言うんですか、2ちゃん乗り的なね、こういった文化を英語だけ表現できていないんですね。だから明らかにこの英語のローカライズを担当している人物だけ、こういった文化を分かっていないというのが、ここからもお分かりになるんじゃないかなと思います。もしくは何かしらの目的があって、英語だけ、こういった思想を押し込めているということですよね。これもちろんね、この下も全部そうですよ。これ。英語だけ違うの分かります？ただこれね、9999って並んでるだけなのに、英語だけおかしなことになってるんですよ。そしてね、先ほどから出ている、こちらです。元の言語、やめろですよ。これだけ。そうするとね、英語版なんとこれね、エンドファシズムとなってるんですよ。ここ見てください。やめろ、ファシズムを終わらせろと。やばいでしょ。でね、そのすぐ下見てください。これですよ。ここね、例示で縛らないからと。これフェイトですかね。これがね、その下。はい。私は二度とファシズムの犠牲者にはならないと言ってるんですよ。もうこれだけファシズムというワードが連呼されてる時点で、これを翻訳している人、どういう属性の人がね、おおよそ想像つくんじゃないかなと思います。ね、ここではね、ファシズムを終わらせろ。私は二度とね、ファシズムの犠牲者にはならないぞ。思想強すぎなんですね。鼻輪がちらつくでしょ皆さん。これ2026年ですよ。5年前じゃありません。いやー、プクタもね、まさか、今年に入ってこんなローカライズ問題を見るとは思いませんでしたね。これにより、このプレイヤーたちがね、ひっくり返ったわけですよ。そしてその下ね、これね、元の文が興味ないねと言っています。それがね、英語だとどうなるのか。こちらね、そもそも誰が子供を欲しがるんだと言ってます。ちょっとね、文脈がよくわかりませんが、ここ見てください。他の言語ね、すべて興味ないね、興味がない、興味ないです、興味ありません。このように並んでいる中、このね、英語だけ異質であるというのがお分かりになるんじゃないかなと思います。で、こちらですね。はい。このね、スプシには、ここにありますが、英語のね、翻訳チームというのがクレジットされてるんですね。これね、ここにありますが、そうですね、ゲームクレジットとあります。つまり、ゲームの中でね、これがクレジットされてるんですね。そうするとね、ここにありますよ。ローカライズチーム。ここね、ドラゴンベイビーとあるんですね。で、ちょっとこの名前を聞くとね、冒頭にも言いましたが、皆さん、ビクッとするでしょ。おいおい大丈夫かと思いませんでしたか？で、それがね、こちらでも指摘されているんですが、はい。もう多くの人がね、思い浮かべたんじゃないかなと思います。スイートベイビーインクですね。どうやらね、この2つ関係ないようなんですが、ちょっとね、こういった組織、ベイビーを掲げたがるということで、これもそうですね。こうね、グルマカンパニーなんて言われておりますが、やっぱりね、多くの方がスイートベイビーインクを連想したようですね。じゃあね、このドラゴンベイビー、一体どういった会社なのか。それがね、こちら、公式サイトがありました。これね、かなり癖強な会社となっておりまして、なんとですよ。この会社ね、拠点が日本なんですね。とはいえですね、これ日本人の会社ではなくって、創業者はアメリカ人なんですが、日本のね、非常に有名な様々な対策ゲームに関わっていたと言われているようですね。ちょっとこれに関してもね、からくりがあるようなので、後ほど詳しく見ますが、一応ね、こんな会社となっています。で、ここにね、どういった仕事をね、やっているかというのが書かれているんですが、当社のチームはアジア地域に特化しており、日本語及び英語を原文としたタイトルを Steam 対応の全言語へローカライズしていますと。そしてここにね、創業者の名前が書かれています。ドラゴンベイビーは、ローカライズ界のレジェンドである。これね、自分で言っちゃってますね。ローカライズ界のレジェンドである、ジェレミー・ブラウスタインによって設立され、サム・バートンが共同創業者となっている。そしてね、さらにその下ですよ。こちらですね。ドラゴンベイビーは人間性を重視して設立され、そしてここです。現在もトランスジェンダー主導の体制で包括性と代表性を全面的に支持しています。ということで、このあたり、なんとなくね、何かが見えてきましたね。そういうことなんですよ。このように、ベイビーつながりのスイートベイビーインクと同じく DI を掲げ、それを全面的に押し出した、こういった会社だったんですね。そして結果的に英語翻訳どうなったのか。先ほどありましたね。ファシストがと言っていると。まるでその立ち位置、思想というのを隠す気がないということですね。
でね、この会社の創業者として先ほどからね、何度も名前が出ております。自分でね、レジェンドだと自画自賛しておりました。こちら、ジェレミー・ブラウスタイン。ここね、ローカライザーだと書かれておりますが、見てくださいこれ。特に1990年代半ばから後半にかけて、コナミのタイトルの翻訳を手掛けたと。で、この下にもありますが、最も有名なね、作品としては、悪魔女ドラキュラ X ですね。あと、サイレントヒル2。この他にもね、ポケモンのアニメ等々、様々な翻訳に携わっていると。そしてここにあります。現在彼は日本に住んでおり、日本を拠点とするビデオゲームローカライズ会社、ドラゴンベイビーの社長を務めていると。で、この人物ですね、調べてみますと、非常にね、癖強な人物でして、もう先ほどのサイトからもわかりますがね、非常に癖強なんですよ。ここね、下に、これまで携わってきたゲームというのが書かれているんですが、これね、悪魔女ドラキュラ、あとこれドラッグエ7ですね、そしてサイレントヒルシリーズ、などなどあるんですね。スナッチャー、水湖伝ということで、割と古めのタイトルが並んでるでしょ。つまりね、現在も進行形で日本の対策ゲームに関わっているわけではなさそうなんですよね。そうするとね、これがなんでなのかというのが、これまでのね、インタビューというのが出てるんですが、少し見えてきます。それがね、ここにあるんですが、私は1990年頃、日本のゲーム会社、ジャレコのアメリカ支社で業界に入りました。大学で日本語を学んでいたこともあり、アソシエイトプロデューサーとして採用されました。在籍期間は非常に短く、日本企業で最初の教訓、つまり上司に逆らうなを学ぶことになりました。私はこれに服従しなかったので、3ヶ月後に解雇されました。そしてね、この後、コナミに行くことになるんですね。じゃあね、そのコナミでうまくやっていたのか、こちら、別の記事が出てきます。彼はその後ね、メタルギアソリッドの翻訳を任されることになったというんですね。これがね、非常に興味深い記事となっておりまして、こちらですね。キャンベルが日本語では、私はもう大佐ではないといった場面があるが、私はそれを、私はもう大佐ではない、ただの引退した老兵だ、と訳した。そしてここですね。なぜ原文にはないその一文を付け加えたのか、と聞かれれば、正直言うとその方がしっくりきたからだ。そして結果こうなったと。このプロジェクトを始めた当時の自分の考えや熱意、取り組み、そして最終的に小島を怒らせ、このシリーズで二度と翻訳を担当しなくなるに至った判断について説明するということで、結局ですね、彼のこういったローカライズというのは、どうやらね、この小島監督が、英語がね、あまりできないんでよくわからなかったと。で、そんな中、どうやら自分のゲームの翻訳がね、改変されてるようだという噂を聞いたみたいなんですね。そして以降、このメタルギアシリーズというのは、日本語版をね、忠実に翻訳するように厳しく監視されることになってしまったと。そしてこの後ね、自分自身でも言っているんですが、結果的にこれはね、自分の将来の仕事に影響を及ぼすようになってしまったけど、それに関しては後悔はしていない。自分のね、こうした選択の裏には、エゴとか思い上がりがあったという人がいるかもしれないけど、自分は自分のやった仕事を支持します。このように書かれているんですね。これ見てください。2019年のインタビューですよ。納得でしょこの人がですよ、このインタビューを受けてから7年後ですか。自分の会社でこの騒動を引き起こしてるんですよ。納得でしょそういうことだったんですね。で、先ほどね、このドラゴンベイビーを立ち上げたのは、このジェレミー・ブラウスタインの他に、サム・バートンという人物がいると書かれてましたね。これ共同設立者なんですよ。で、この人物のポートフォリオサイトというのがありまして、それがね、こちらなんですよ。また癖強でしょ。これですよ。ここありますね。サム・バートンと。ちょっとね、じゃあ見ていきましょうか。はい、こちらです。皆さん、見えてますか？花輪が。これはね、非常に良くない兆候ですよ。で、ここでね、F ワードを交えながら自己紹介していると。で、こちらでもね、書かれているんですが、ここね、コンサルティングもやってるということで、またここで出てくるんですよ。制作サポート、日本展開の支援、あるいは LGBT、センシティビティリーディングが必要なら、このサービスを使ってくださいと。でね、今回の騒動に関しては、YouTuber のね、ヒーローヘイさんという方が、これちょっと英語になってしまうんですけどね、非常によくまとめてますので、よかったらね、ご覧になってみてください。この中でね、彼が指摘しているのが、こちらですね、このね、ドラゴンベイビーの公式サイト。ここでね、こちら見ていただくとわかりますが、つまりこの会社が担当した作品というのがね、一覧になってるんですよ。ここでね、ドラキュラなんかも出てきますね。でね、ここ見ていきますと、はい、見てください。メタルギアソリッドがあるんですね。なんだけど、これはね、ジェレミー氏が昔、個人として、これを担当し、結果的にね、小島監督に怒られたと。こういうことなんですが、会社が携わってるわけじゃないでしょ。だから、このポートフォリオはね、虚偽なんじゃないかと。このように指摘していますね。ここね、キャッスルバニアなんかも並んでおりますが、本当にこの会社がね、この作品に携わったかというのは疑問ですよね。年代的にも。だからこのポートフォリオ自体がね、虚偽だということになるならば、このジェレミーという人物のパーソナリティ等々、ちょっとね、あまり信頼できないと言いますか、いう部分もあるんじゃないかなと思います。ということで、この騒動を受けましてですね、こちらユ
ユン電波シンドローム、公式の X アカウントですね。ここでね、英語のローカライズに関する対応と更新時期についてのお知らせということで、これが修正されることになりました。で、一応ね、こちらのページにはね、これが指摘されておりまして、これ例のね、ファシズムの部分ですね。こちらもそうです。これね、ファシズムと。このあたりね、ディベロッパー側が自ら指摘しておりまして、修正しますと。このようになってるんですね。いやーでもこれはかわいそうでしょう。だってお金を支払ってこのローカライズをやらせてるわけで、結果これですからね。皆さんも今回ね、初めてドラゴンベイビーという名前聞いたと思いますが、まさかさ、まさかあんな地雷だとは思わないじゃないですか。地雷って言っちゃいましたけど、思わないでしょ。これはちょっと気の毒ですよね。よくよく調べてみれば、かなり大昔から問題があったということですよね。で、現在ですね、このドラゴンベイビー、クライアントというのが、ここに掲載されているんですが、これね、面白いでしょ。自分でね、犠牲者たちと書いてます。このね、ドラゴンベイビーの犠牲者になっている企業。はい、見てください。セガとアトラスと。ここにね、一番上にセガアトラスが並んでるんですね。そしてここね、カプコンもいます。SNK なんかもおりますが、自らね、犠牲者たちと言っておりますので、ここだけはね、誠実ですね。はい、ということで本日はですね、先日発売されました日本のゲームの英語ローカライズがあまりにもひどいという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。いやー、このゲーム業界ね、どこまでこの海が出てくるんでしょうか。さすがにね、もうスイートベイビーのようなことはないんじゃないかななんて思っておりましたが、この2026年、新生のドラゴンベイビーが出てくるというね、驚きましたよ。先ほどの記事を見ていただいてもわかりますが、ドラゴンベイビーの創業者ね、かなり大昔からね、日本企業との因縁があるというのがお分かりになったんじゃないかなと思いますが、ここに来てまたね、このスチームで発売された日本のゲームでケチがついているというのは、非常に因縁じみたものを感じますよね。このローカライズ、翻訳なんて、信頼関係の上に成り立ってるわけでしょ。だってそれがわからないから頼んでるわけだから、その会社を信頼してお金を払うわけでしょ。訴えた方がいいんじゃないかなと思いますけどね。本当に、損害賠償をね、がっつり請求し、やるべきなんじゃないかなと思ってしまいましたが、皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。